1990年代のティラミスから始まり、ナタデココ、生キャラメル、高級食パン、タピオカ、そして今の朝から夕まで、流行りの店は多く存在します。こう聞くと、私もやってみようかな、と思いませんか？もちろん、挑戦は美しいことです。飲食店オーナーは夢のある仕事です。ただ、同時に失敗も頭によぎりますよね。事実、低くない確率で店を閉じることになります。そこで、今回は撤退に焦点を合わせ、解説をしていこうと思います。導入、流行っている店を見ると、これ儲かりそうだな、そう考えますよね。でも税理士として見ると、僕が気になるのは、売れている時ではありません。売れなくなった時です。なぜかというと、商売には、始める時の戦略と、やめる時の戦略があるからです。特に流行グルメは、ブームが来た時に、一気に店舗を増やすことがあります。でも、ブームが終わった時、その店はどうするのでしょうか。今日はここを考えます。ポイントは2つです。投資が軽いか重いか、そしてオペレーションが簡単か難しいか。この2つを組み合わせると、流行グルメには4つのタイプが見えてきます。そして面白いのは、4つのタイプで出口戦略が違うことです。構造。まず、流行グルメの出口には2段階あります。第1の出口は方向転換です。商品を変える、業態を変える、店そのものは残して中身を変える。これができるかどうかです。そして、それでも無理なら、第2の出口です。完全撤退です。店を閉める、設備を処分する、契約を終わらせる、借り入れや未払い金を処理する。つまり、流行が終わった時に、まず考えるのは、どうやって店を残すか。それが無理なら、どうやって店を畳むか。この2段階です。では、投資とオペレーションの違いで、この出口がどう変わるのか、見ていきます。分類。1つ目は、投資が軽くて、オペレーションも簡単なタイプです。これは、方向転換しやすいタイプです。例えば、比較的小型の店舗で、特定の流行商品を販売するケースです。ブームが来たら、その商品を売る。ブームが弱くなったら、別の商品を売る。それでもダメなら、店を小さくする。最終的には、撤退する。このように、何段階かの逃げ道を作れます。ここで重要なのは、投資が軽いから、安全だという話ではありません。そうではありません。簡単に参入できるということは、簡単に真似されるということでもあります。つまり、競合が増えやすい。価格競争も起こりやすい。だから、このタイプの弱点は、ブームが終わった時の撤退コストではなく、ブームの最中に競争が激しくなることです。それでも、方向転換という第一の出口を取りやすい。ここが特徴です。転換。二つ目は、投資が軽くて、オペレーションが難しいタイプです。これは、少し面白いタイプです。設備はそれほど重くない。ところが、商品を作るために、技術や経験が必要になる。すると、店の価値の一部が、設備ではなく、人に乗ります。例えば、職人の技術が重要な商品です。このタイプでは、ブームが来ても、簡単には店舗を増やせません。人を育てる必要があるからです。一見すると、これは成長の弱点です。でも、出口という視点で見ると、別の意味が出てきます。急拡大しにくいということは、設備投資も一気には増えにくい。つまり、ブームが終わった時、大量の店舗や設備を抱えてしまうリスクを抑えやすいわけです。ただし、第一の出口である方向転換は難しくなります。なぜなら、商品を変えるには、人の技術も変えなければならないからです。一方で、投資が軽ければ、第二の出口である完全撤退は、比較的取りやすい。つまり、このタイプは、方向転換には弱いけれど、完全撤退には比較的強い、という特徴があります。ここは、かなり重要です。転用。三つ目は、投資が重くて、オペレーションが簡単なタイプです。これは、設備が問題になります。売れると思って、設備を入れる。店舗を作る。大量に生産できるようにする。そして、ブームが来る。ここまでは、ものすごく順調に見えます。ところが、ブームが終わったら、設備はどうなるでしょうか。ここで、第一の出口が重要になります。その設備を使って、別の商品を作れるかです。別の商品を作れるなら、店を残せます。業態を変えられます。つまり、方向転換できます。でも、その商品専用の設備だったら、話は変わります。売上は落ちる。でも設備は残る。借り入れがあれば、返済も残る。そして、設備を処分するにも、お金がかかる場合があります。だから、投資が重い商売では、始める前に、必ず考えたいことがあります。この設備は、ブームが終わった後、何に使えるのか、ここです。儲かるかどうかだけではなく、設備に、次の仕事があるか、を見るわけです。撤退。そして、4つ目です。投資が重くて、オペレーションも難しいタイプです。ここが、一番複雑です。設備も必要です。人も必要です。
技術も必要です。教育も必要です。そして、店舗を増やせば、それらも増えていきます。ブームの最中は、これが成功の証拠に見えます。売上が増える、店舗を増やす、人を採用する、設備を増やす、さらに売上が増える。ところが、ブームが終わると、逆回転が始まります。売上が減る。でも設備は残る。人も必要。家賃も残る。借り入れがあれば、返済も残る。そして、商品を簡単には変えられない。つまり、第一の出口である。方向転換が難しい。第二の出口である。完全撤退も重い。これが、最も逃げにくい構造です。事例、高級食パンのガビは、この出口を考える上で、興味深い事例です。ガビは、高級食パンの大きなブームの中で、店舗を急速に拡大しました。その後、店舗数は大きく減少し、2023年12月時点で、全国116店舗まで減ったと報じられています。さらに、元フランチャイズ店のオーナーから、赤字や契約についての問題が報じられたこともあります。ただし、ここで、ガビが悪かった、という単純な話にするのは、違います。見るべきなのは、本部と加盟店では、出口の構造が違うということです。本部がブランドを持っていても、加盟店には、店舗があります。家賃があります。人件費があります。設備があります。そして、売上が減っても、すぐには消えないコストがあります。つまり、同じブームに乗っていても、出口で誰がどのリスクを持っているかは違うわけです。比較、ここまでを4つに整理します。投資が軽く、オペレーションが簡単。このタイプは、方向転換を狙いやすい。投資が軽く、オペレーションが難しい。このタイプは、方向転換は難しいけれど、完全撤退は比較的しやすい。投資が重く、オペレーションが簡単。このタイプは、設備を別の商品に使えるかが、出口を左右する。そして、投資が重く、オペレーションも難しい。このタイプは、方向転換も、完全撤退も難しくなる。つまり、同じ、流行グルメ。でも、ブームが終わった時の、逃げ方は、全く違うんです。逆転。ここで、一つ面白いことがあります。経営では、普通なら、急成長できることは、良いことです。でも、ブーム商売では、必ずしもそうとは限りません。急成長できる、ということは、急速に、投資できるということでもあります。店舗を増やせる、設備を増やせる、人を増やせる、そして、ブームが終わった時、その全部が残る可能性があります。だから、ブーム商売では、成長速度そのものが、リスクになる場合があります。逆に、簡単には増やせない商売は、成長の機会を、逃しているように見えます。でも、それが結果として、過剰投資を防いでいる場合もあります。ここが、普通の成長戦略とは違うところです。判断。では、流行の商品に、参入するとき、何を考えればいいのでしょうか。僕なら、最初に、2つの出口を考えます。まず、方向転換です。この商品が売れなくなったら、何を売るのか、今ある設備で、何ができるのか、今いる人材で、何ができるのか、店の立地を、そのまま使えるのか、次に、完全撤退です。店を閉めるなら、何を処分するのか、契約はどうなるのか、設備はいくらで処分できるのか、借り入れは残らないか、撤退に、どれくらいのお金が必要なのか、ここまで考えます。そして、この2つの出口が、どちらも見えないなら、僕なら、かなり慎重になります。本質、結局、ブーム商売で、本当に怖いのは、ブームが終わることではありません。ブームが終わった時に、逃げ道がなくなることです。そして、逃げ道には、2種類あります。店を残して、別の商売に変える、方向転換。それができなければ、店そのものを畳む、完全撤退。投資が軽いか重いか、オペレーションが簡単か難しいか、この2つによって、その2つの出口が大きく変わります。だから、流行っているから、危険なのではありません。流行っているから、安全なのでもありません。見るべきなのは、ブームの入り口ではなく、ブームの出口です。結論、僕が税理士として、流行の店を見るとき、行列だけを見て、すごいな、とは思いません。その店が、ブームの後に、何をするのかを考えます。商品を変えられるのか、店を残せるのか、設備を使い回せるのか、人材を活かせるのか、それでもダメなら、いくらで撤退できるのか、ここまで考えます。つまり、儲かる店を探すだけでは、足りないんです。大切なのは、ブームが終わった時に、どの出口を選べるかです。流行に乗るな、という話ではありません。流行に乗るなら、出口まで考えてから乗る。これが、僕の考えです。そして、一番怖いのは、方向転換できないことでも、完全撤退できないことでもありません。その両方が、できなくなることです。儲かる店より、逃げられる店。僕は、そこを見ます。